はい、こんにちは。今日は Unity を使ってビルボードの解説をしていきます。ビルボードっていうのは 3D 空間上にクワッドのような板を置いて、それがずっとカメラの方を向いている、そういった処理が施されたものになります。その昔、開発環境、実行環境がプアだった時代、マシンも非力だしメモリーもない、そういった時代に登場したものです。板1枚で、各種 UI、敵キャラなどなどについて 3D 的な表現ができるということで、古いんですけども面白いテクニックです。もちろん今の時代はマシンパワーもメモリーも強力になっているわけですけども、それでもこのビルボード、制作的な観点から見ればスケッチ1枚描くだけで 3D 的な表現になるわけですから、使えると便利だし応用も聞きますので、今日の動画で整理しておきたいと思います。今日の流れですけども、まず基本としてクワッドをカメラに正対させる場合、こちらについていつものように紙で説明した後にスクリプト準備しましたので、中身をさらっと見た後に Unity で動作チェックしていきます。その後応用としてクワッドを傾けたい、完全に正対させるのではなくて姿勢にオフセットを乗せるイメージですけども、こちらについてもまとめていきます。ということで早速見ていきましょう。それでは見ていきましょう。まず扱いやすくするためにエンプティを親に置いてあげて、その下にクワッドを置きます。それでベースのポジションは親側でコントロールして、クワッドにアッドしたスクリプト、これでビルボード処理を行うといった構成にします。ここでビルボード処理と言ってるのはクワッドをカメラに向ける処理のことを指していますね。でまずクワッド面と座標軸を書きました。今は親の座標軸とクワッドの座標軸が一致しているところ、ここからスタートです。それでこのクワッドにマテリアルを当てていくんですけども、その時にテクスチャーっていうのは片方にしか出てきません。このマイナス Z 側ですね、こちらのみに出てきます。その上でここからクワッドをカメラの方向に向けていくんですけども、親の座標軸に対して自身の姿勢をどう回していくかというふうに考えていくんですね。それで回転を考えるときに X 軸、Y 軸、Z 軸、それぞれの軸周りに回転させることができるんですけども、X 軸周りに回すとだからこのうなずくような方向で、Y 軸周りは首振り方向なんだけども、Z 軸周りに回転させてもカメラの方向を向くっていう点に対しては何の寄与もしないので、これは不要ということになります。ということは、親の座標軸に対して回転させていくんですけども、その時に X 軸と Y 軸周り、これらについて、このスクリプト内で考えていけばいいということになりますね。一番最初に制限なし、一番シンプルな形を考えていきますけども、カメラがここにあったとして、この DIR ベクトルっていうのを取ってあげます。これはだからクワッドから見たカメラの1ベクトルということになるんですけども、ここでテクスチャーがこのマイナス Z 側にしか出てこないので、クワッドのフォワードベクトル Z 軸をこの逆側向かせたいんですよ。だからこの逆、この点 P っていうのを出してあげたら Z 軸、フォワードベクトルがここを向くように処理を書いてあげるんですね。DIR ベクトル取ってあげたら点 P は逆側です。そしたらトランスフォーム .lookat で P を見るように、そしてベクター3のアップですね。グローバルの Y 方向、できるだけグローバルの Y 方向をキープした状態で点 P を見てくださいという文章になりますね。こちらデフォルト引数になります。続きましてX 軸の回転を制限して Y 軸周りのみの回転でできるだけカメラの方向を向くといった処理考えていきます。先ほどと同じクワッドとそれから座標軸ですね、変えたところからスタートしますけども、今回は補助平面使います。こんな平面ですね。これは何かというと、親の Y ベクトルを方線に持つ平面ですね。それで先ほどと同じように DIR ベクトルですね、このように取ってあげたら
この軸周り、X 軸周りには回転させないわけですね。Y 軸周りのみ回転させて、だからこっちは完全に正対したんだけども、こっちの場合はできるだけカメラの方向を向くといった処理になるんですけども、どうやってあげればいいかっていうと、ここからこの平面に垂線を下ろしてあげて、これですね、これ遮影ベクトルってことですね。dir ベクトルからこの平面に対して遮影する、正遮影する。で、それが i フォワード。i フォワードっていうのは何かっていうと、先ほどと同じで、こっちのマイナス z 側にしかテクスチャが出てこないので、クワッドの z はこの逆側を向きたいんですね。という意味で、インバースのフォワードっていう意味で i をつけておきました。i フォワードベクトル。で、この時にクワッドはどうすればいいかっていうと、親の y ベクトルと同じ方向を自身の y ベクトル、y 軸はキープするんですね。これまでに回転させるわけだから。それでいて、フォワードは i フォワードの逆。y が親と一緒で、フォワードはこの算出した i フォワードの逆を向くような姿勢をとってあげればいいわけですね。で、この時にこのアップとフォワードが決まったんですけども、そうするとライトのベクトルは1位に決まっていきます。もちろん方向っていうのは右手系あるいは左手系で変わってくるんだけども、ユニティは左手系っていう風に決まっているので1位に決まります。で、今回はユニティでクォータニオンドとルックローテーションという関数がありますので、そちらで算出してあげてアプライしていくといった流れになります。dir ベクトルは先ほどと一緒です。そしたら i フォワードは vector3.projectOnPlane という関数があります。これはtransform.parent.up の省略ですけども、親のトランスフォームのアップベクトルを方線に持つ平面をここで指定してあげるんですね。で、これに対して dir ベクトルから遮影ベクトルを正遮影して、そのベクトルを返してくださいと。で、それがすなわち i フォワードですという文章になっています。そしたらトランスフォームドットローテーション。これローカルローテーションじゃないですからね。グローバルの方のローテーションです。イコール、クォータニオンドットルックローテーションのこういう引数ですと。で、これはフォワードとアップを指定するんだけども、フォワードが i フォワードの逆を見ていて、で、アップは親のトランスフォームのアップと同じ方向を向いてください。で、そうするとライトは1位に決まるので引数で渡さないで OK ですよね。で、この2つを渡してあげるとクォータニオンが返ってくるので、これをアプライしていくといった流れになりますね。これローカルローテーションじゃなくてローテーションな理由はちゃんと頭の中整理していって理解をしていってください。それでこの条件付け足しておきましょう。カメラがY 軸上にあった場合、この場合はカメラから垂線を下ろして i フォワードベクトル取ってもそれ0ベクトルになっちゃいますよね。その時は Y 軸周りにいくらくるくる回してもカメラの方を向くことができないので、この条件必要になります。ここまでさらっと見てきちゃいましたけども、頭の中きちんと整理してくださいね。混乱しがちなところです。親の座標軸に対してどううまく回転させていくかっていう流れで考えているわけです。なんだけども、その数値、ベクトルとかクォータニオンなどの数値についてはグローバル座標系の値で表現されています。ちょっと逆順番入れ替えて説明してみると、もう一回言ってみると、グローバル座標の中に親の座標系も自身の座標系も浮いているというか、存在している。なので数値、それを表現する数値はグローバル座標系のそれなんだけども、その中で自身の座標軸の姿勢を親の座標軸に対してうまく回転させていくことでカメラの方向を向かせているわけですね。きちんと頭の中整理して混乱ないように理解していってください。続きまして、今度は Y 方向の回転、Y 軸周りの回転を制限して X 軸周りのみの回転でビルボード処理考えていきます。今までと一緒でクワッドと座標軸書いたところからスタートしますけども、先ほどのこのケースと一緒ですね。補助平面使っていきます。今回はこんな平面ですね。これはどういう平面かというと、親の X ベクトル、ライトベクトルを方線に持つ平面になりますね。それで同じです。まず dir ベクトルを取ってあげたら、今回は X 軸周りのみ回すわけですね。Y 軸周りには回転させないで、できるだけこっちを向く。それでどうやって考えていくかというと、先ほどと同じなんですけども、
垂線を下ろしてあげて、一緒ですね。アイフォワード取ります。そうしたら、今度は、ライトベクトルが親のそれと同じ、それをキープするわけですね。それで、フォワードベクトルをこのアイフォワードの逆を向く。そんな姿勢をクワッドに取らせてあげれば OK ですよね。で、先ほどと同じで、アイフォワードの逆がフォワードになって、ライトが親のライトと同じです。フォワードとライトが決まれば、アップも1位に決まります。ということで、そうなるように姿勢、つまりコータニオンを算出してアプライしていけばいいという流れになります。DIR、さっきと同じですね。そしたら i フォワードは V ベクター3のプロジェクトオンプレインの今度は親のトランスフォームのライトを方線に持つような平面に対して DIR からシャイベクトルを取ってください。で、それはすなわち i フォワードですということになります。先ほどと同様に i フォワードが0ベクトルの時っていうのはすなわちこの X 軸上、親の X 軸上にカメラがある場合なので、その場合いくらここくるくる回しても意味がないのでこの分岐は必要です。それでトランスフォームドットローテーション、これは先ほどと同じでローカルローテーションじゃありませんよという点には注意していただいて、クォータニオンドットルックローテーションなんだけども、この関数っていうのはフォワードとアップを受けます、引数として。なのでフォワードはいいですよね。なんだけどもアップは計算してあげなきゃいけない。これ解析なんだけども大丈夫ですかね。これは引数 A、B っていう風に取ってあげて、で A から B にこのベクトルをこうねじった時に、ひねった時に左手形なので左ネジがこう進む方向が正、こちらの方向のベクトルが出てきて、その大きさは A と B の作る平行四辺形の面積ですね。外積。だからこれ直角じゃなくても OK ってことですね。A、B を渡してあげると C がこっちの方向に出てきて、そういったベクトル。これすなわちアップベクトルなんですけども、この絵で言うと、だからこんな感じですね。親のライト、この X、これを i フォワードに向けて、マイナスじゃないですよ。i フォワードに向かってぐるっと回す。で、そうすると左ネジの方向がこっちが正なのでこっち方向であって、大きさはこの平行四辺形の面積になりますけども、こういったベクトル。なので y がこのぐるっとこう回るような方向になりますけども、それをアップベクトル。で、フォワードはマイナス i フォワード。そういった方向を向くようなクォータニオンを出してください。そしてそれをトランスフォームドットローテーションにアプライしますといった文章になっています。でちょっと Unity でチェックしていきましょうかね。スクリプトは準備をしました。これも今日もアップロードしておくので見てください。紙で説明したことが書いてあるだけです。でこれを準備してあげたら Unity の方に来て、で今紙で説明した通りですよね。エンプティ親に置いてクワッドを子供に置いています。でここに先ほどお見せしたスクリプト、作成したスクリプトがアタッチされている状態になります。それでまず最初に制限ない場合にの動き確認していきますけども、でカメラを横に振るとビルボードこっち向きますよね。それでこう振るとちゃんとついてきますよね。どっちに振ってもちゃんとついてきますと。ちょっとこうずらしてあげて Z 振ってあげても、こんな感じでついてきます。常に Unity カメラを向くように正対するようについてくるといった動きになりますね。で続いてこのスクリプト来てロック X Y 軸周りのみ回転させてビルボード処理を行うといった場合に、先ほど確認した通りなんですけども、こういうふうに振ってあげるとついてくるけども上下に振ってあげても動かないよねと。この時はこの場合こう動かすとこうですね。この動きちょっと覚えておいてください。で今はロック X やったのでロック Y、X 軸周りのみ回転させた場合っていうのはどうなるかっていうと、これも紙で説明した通りです。横に動かしても X 軸方向動いても何も起きないけども、こういうふうに動くってことですね。でこれは先ほどと同じようにずらして Z を動かすと、こういう感じですね。先ほどと動き違いますよね。という感じです。で当然これロック X、ロック Y をするとX 軸周りおよび Y 軸周りの回転でビルボード処理、つまりクワッドをカメラの方向に向けるっていう処理を行うわけだから、それを両方ともロックしちゃったら
何にも起きませんよねという、そういったスクリプトになっています。こう動かしても動かないし、こう動かしても動かない。そういうスクリプトになっています。ということで続いて、最初はクワッドをカメラに正対させる基本について説明してきたんですけども、続いて応用として傾けたい、正対させるのではなくてクワッドをちょっと寝かせる等々ですね、したい場合にどうすればいいのかっていう話をしていきます。つまりこれどういうことかっていうと、今このエンプティ親をこれですね、ちょっと寝かせたんです。 X 軸周りに回転させて寝かせたんですけども、こういった状態でビルボード処理をしてほしいっていうことですね。でロック X だけして Y 軸周りのみで回転させようかなと思うんですけども、この時にちょっと動かしてみますかね。カメラをちょっと振ってみます、自動で。こんな感じです。一見いいように見えるけども、こっちで見ると分かりますかね。これでOK 思った通りというふうに感じた方はそれで当然 OK です。でもそうじゃない人、これ人についてくるものじゃなくて、そうじゃないケースですね、あると思うんですよ。これ何かというと、こっちに来てぐーっと動かすと、ちょっと分かりますかね、分かりづらいかな。こういうふうに動いてるんです。つまりこのビルボードが平行を保たずにカメラの方を一生懸命向いてるわけですね。ちょっと紙で見ていきます。こうやってクワッドが寝ているんですけども、こういう状態ですよね。親の座標軸を寝かせることによってクワッドを今寝かせたんです。そうすると先ほど説明した通りなんですが、これに対してビルボード処理していくの時にどういうふうに動いたかっていうと、こうですよね。親の Y 軸に対してくるくると回したわけだから、その時にこうぐるっと回すと、このラインが地面に対して平行を保たないわけです。で、それが意図した動きだったら OK ですよね。なんだけど、こういう動きじゃなくて、地面に平行を保ちたいケースもあるわけです。同じようにクワッドは寝ているんだけども、くるくるカメラの方を向くときは、こうピッと立った、そのグローバルの Y 座標ですね。これ周りに回転させてほしい。こういったケースもありますよね。これどうやって実現していけばいいかっていうと、親の姿勢はそのまま、つまりグローバルと同じ姿勢にしておいて、クワッド側の姿勢にオフセットを乗せていくんですね。これスクリプトで実現していきます。すごいざっくり書いちゃうとこういうことですね。先ほどクォーターニオンドットルックローテーションでビルボード処理書いていきましたけども、この後ろにクォーターニオンドットオイラー、例えばですよ、オフセットっていう変数を取ってあげて XYZ、 こういうふうにしてあげるんですね。先ほどの紙で見ていきましょう。こちら側の紙に戻ってきまして、これですね。これを足してあげるんですね。例えば、シリアライズフィールドで、ベクター3の変数を取ってあげて、インスペクターに出してあげるとかしてあげると、便利だと思いますけども、こういう風にする。クォータニオンの掛け算出てきましたけども、大丈夫ですよね。掛け算の順序。作用するのは、後ろから先ですよ。後ろから作用していくんですよ。今回、グローバル座標軸と親の座標軸が、少なくとも姿勢については一致しているわけですけども、もしかしたらポジションはですね、オフセットさせているけども、姿勢については一致させた上で、初期状態、つまりグローバル座標軸と自分クワッドの座標軸が一致している状態から、ここで姿勢を傾けてあげて、でその後にこっちが作用していくんですね。ビルボード処理成分で、この時注意してほしいのは、自分自身は自分自身の基準になれない。前回の動画で説明しました。基準は必ずグローバルか親の座標軸で、親の座標軸で語る時のことをローカル座標と言います。とにかく基準は自分の外で、今回はトランスフォームドットローテーションに対してこうアプライしていってるんだから、グローバル座標軸基準ですよね。で語っているんだけども、だからここで姿勢が傾いたからって言って、その傾いた自分の姿勢についてとかじゃないですからね。ずっとグローバル座標軸で数字は語られてますからね。注意してください。
こちらも一緒ですね。本当座標軸今何で喋ってんだっけとか、何に対して動かしてんだっけって集中してないとすぐ混乱しちゃいますからね、注意して理解していきたいところです。それでこれとこれって同じ感じで全く同じマナーで姿勢のオフセットを乗せていくんだけども、ここだけちょっと雰囲気が違っていて、このトランスフォームドットルックアットでトランスフォームドットローテーションが変わってるわけですね。操作されている。なのでこうなりますね。トランスフォームドットローテーションイコール最初に姿勢のオフセットを乗せてあげて、でこれがここで指定した成分、つまりビルボード処理の成分ですよね。こちらと同じようにクォーターニョンドットルックローテーション、これがビルボード成分ですよね。ビルボード成分はこれによって算出されているんで、今この変数に入っているのを使ってあげると、こういった処理になります。じゃあ紙に沿ってスクリプトの方を一旦修正していきますけども、3分クッキング的なんでもう準備されているんですが、これで OK ですね。これで先ほどと同じところからスタートしますかね。親の姿勢を傾けた状態でアニメーションしていきます。これですよね。今何を見たら分かるんだろうな。こうかな。この時に今親を選んでるんですけども、親の座標軸、ローカル座標軸がこれ寝っ転がったままで、親の Y 軸に対してクワッドがぐるぐる回転してるわけですね。これは先ほど見たやつです。でこれが欲しくない時もあるよねと。その場合は親の座標は元に戻してあげて、ここにスクリプトに変数追加しましたね。シリアライズフィールドでインスペクターに出してます。でここにオフセットを載せてあげるとこういうことです。先ほどは親の座標軸が寝ていたんだけども、今親のローカル座標軸がピットグローバルの姿勢と一致してるわけです。でこの状態でスクリプトでクワッド側に姿勢のオフセットを載せているわけですね。でそうするとビルボード処理成分は親の Y 軸に対してくるくる回るわけだから、この平行が保たれているといった動きになりますね。もう一個違う動きを例えば見てみると、今例えばこうですね。こういった感じにしてあげて、今親を Z 軸周りに45度回転させたんですね。でこの状態でスタートして、でカメラを振ると。でそうするとこういった動きになってますよね。これ親がこういうふうに傾いてて、でこの傾いた Y 軸周りにくるくる回って、できるだけカメラの方を向こうとしていると。なんだけどこれ欲しい動きじゃないなと思って、一回親はピッと立ててあげて、このスクリプトのここで傾けてあげると、親の座標軸はグローバルと一致している、姿勢が一致している、ピッと立った状態で、このスクリプトによって姿勢のオフセットは載ってるんだけども、このピッと立った状態でカメラの方を一生懸命向くような動き、平行っていうんですかね、平行じゃないけども平行を保ったままくるくる回るような動きが欲しい時にはこういうふうにする必要があるということですね。どっちが欲しい場合もあると思いますけども、それぞれきちんと理解して消耗の動作になるように対応していってください。はい、いかがだったでしょうか。今日の内容を振り返ってみますけども、まず最初に基本としてクワッドをカメラに正対させる場合ですね、シンプルに正対させる Y 軸周りのみの回転、X 軸周りのみの回転というふうに見てきました。 Z 軸周りの回転についてはビルボード処理という観点では不要ですねという話もしました。そして応用としてクワッドを完全に正対させるのではなくて、傾けたい姿勢にオフセットを乗せたいというケースも見ました。この場合にベースのポジションというのは親のトランスフォームで操作していくんですけども、姿勢のオフセットについては、例えば姿勢の平行を保
ちたい、そういった場合などについてはスクリプトを使って親側でなくてクワッド自身にオフセットを載せていく、そういう必要がありますねという話もしました。そしてこの時にクォーター2の掛け算登場しますけども、順序には気をつけてくださいという話でしたね。ビルボード、すごい古いテクニックなんですけども非常に便利で、依然として使いたいシーンはありますので、ぜひ今日の動画を参考に遊んでみてください。それではお疲れ様でした。